大好きなアミアンの飲みの市から戻って、その時に見つけたとっても美しいお皿に合いそうなお菓子を作っています。さあ、アミアンの飲みの市、皆さんも楽しんでくださいね。前回のアミアンの飲みの市、私たちはその当日にパリを出発したので、あまりに時間が足りなくて悔やみました。なので次回は絶対前日に一泊するぞと決めていました。それはなぜかというと、公式では日曜1日のみの開催だけど、この飲みの市、実は前日の夕方から始まっているのです。早く出発してアミアンで晩ご飯を食べたかったのに、予約が取れたのはこんな遅いバス。ちょっと残念。今バス待ちです。これからバスに乗ってアミアンに向かいます。前日土曜日の夜からすでにアンティークショップの方々がスタンドを設置して品々を並べ始めているんです。その時からもうすでに懐中電灯片手の宝探しが始まっているというわけ。でも心配なのはこの天気。予報では雨、風も強まる予定。アミアン到着。ここから私たちは宿泊先の小さなワンルームへと徒歩で向かいます。ここから飲みの市はすぐそこ。荷物を置いてすぐに出かけます。さあ、いよいよ宝探しの始まりです。いつもスタンドが並べられている通りへ来ましたが、ちょっと残念。後から知ったのは、実はこの日嵐が来ていたため、多くの出店者の方々がやってくることができなかったり、スタンドの設置を遅らせたりするしかなかったのだそうです。そうとも知らず、全然出てない。今回は前日の夜から来てるんですが、ちゃんと懐中電灯を持ってきたんですが、並べ出してるお店さんは見当たりません。どうやら今日の真夜中の1時から明日の朝8時ぐらいまでまた雨が降るそうなんですね。なのでやっぱり出してないのかなと今夫と話しながら歩いています。結構強めの風が吹いていました。市役所の裏の広場に来たら、なんか今から設営するって感じの業者さんたちの車がありました。ようやく物を並べ始めているスタンド発見。でも前々回に私たちが初めて前夜から来た時に比べると本当にスタンドが少ない。そしてまた雨が降り出してしまいました。雨が降ってきちゃったのでカバーをかけられてしまいました。逃げない。残念。夫も懐中電灯の明かりを頼りに版画を吟味。でも今晩はもうここで諦めて、明日の朝に希望を託して宿へ戻ることへしました。その道すがらちょっと賑やかな一角があったので立ち寄ってみることに。前回前日でアミアに来た時は夕方からもうお店さんたちが出してたんですけど、今回はなぜか全然ほとんどいらっしゃらなくて、これから出し始めるっていう業者さんがいくつかあったぐらいです。もしかしたらずっと雨が降ってて、夜中からまた雨だからかなーって言ってたんですが、せっかく今回前日入りできたのにすっごい残念です。早朝といってもそんなに早起きはできないけど頑張って朝から見て回ると思います。じゃあちょっとここで、アミアンに、乾杯ということで当日朝、真夜中に降っていた激しい雨はようやく止んだよう。私が出かける準備をしている間に待ちきれなかった夫は一人で先へ行ってしまいました。夫は先に朝起きたらすぐに行ってしまっているので、私も
追いかけてきました。やっとちょっと雨が上がってきた感じで、夫からの連絡ではあんまりないと言ってたんですが、確かにお店がもう少ない気がする。こんな遅い時間からの出店準備、やはり嵐の影響でプロの方の到着が遅れてしまっていたのでしょうね。それでも何といっても楽しみに待っていたアミアンの飲みの市、一日しっかり見て回りますよ。このグリーンのお皿、これは確かクレール・フォンテーヌのバルボティンヌ。こんなお皿もあるんですね。初めて見ました。このスタンドにあったのは、見かけるたびに少しずつ集めているあのカップ、ブイヨンのメーカービアンドックスが販促品として作ったもの。ボンジュール、セコンビアンキャンドル、確かに妥当なお値段。でもアミアンだからもう少し安いだろうと思ってた。一旦これは保留にして先へ進んでみます。美しい鍋敷き、でも私が今欲しいのは白。最近あまり見つけられなかった金縁の小さな鏡、これはうっかり見逃していました。美しいブルーのガラスの薬品瓶、パリより少しお買い得かな。ここにも別な形の薬品瓶、なんて美しい。少し感じの違ったバルボティンヌのお皿が2枚。こちらはちょっとゴージャスな感じのお花柄。これ放浪の水差しと洗面器なんですが、こんな美しいお花柄、こんなものまで売られていました。キノコと栗、これはトランペット・ドゥ・ラモー。名前は恐ろしいけどちゃんと食用。だんだんと明るくなってきました。そしてここで夫と合流。面白い。さっき見つけたカップ、この広い飲みの市では後で戻ってくるのは難しいので、やっぱり買うことにしました。そうだ。初アミアン買いました。じゃあね、あれからここを左へ行く道は、私たちがアミアンに来るようになってからまだ一度も通ったことがない道。あまり長くは続いていないようだけど、ちょっと行ってみましょうか。すると、あった。じゃあ見て、これ大きいやかん。私の大好きなリュシュチュクリュ。これ面白いやかん。これかわいい。これ面白いね。カフェチエールは見たことあるけど、やかんは初めて。これ面白いけど。そしてこのスタンドにはサルグミンヌのバルボチンヌがずらり。80。これは75。私には手が出ないお値段。サルグミンヌ。サルグミンヌ、elle est grotesque. Ça, c'est les deux petits, il y en a après 3 autres. これ悪くないね。これ悪くないね。でも20ユーロ。思ったよりずっと高かったので断念。さあ、この2つある木製のもの、これはレ・キャトルセゾンさんで見かけたことがある出来上がったタルトなどを置くためのもの。レ・キャトルセゾンさんではこれにお皿を置いてディスプレイしていらっしゃいました。欲しいものだらけのスタンドでした。夫はここでカフェで一休みするために一旦離脱。その間にその近所のスタンドを一人で見て回ることに。私が探していたロザリーヌのグラスたちがずらり。見つかる時には続けざまに見つかるもんなんですよね。
これ時々飲みの市で見かけるんですが、これは何なんでしょう。お分かりの方、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。積み重ねられているのは金属製のチョコレートなどの型なのかな。どんなお菓子が出来上がるのか想像するだけでも楽しいですね。これにはうっすらと文字が見えますね。これは人の模様、聖人たち、それとも王様たち？デレスポール・アベズというチョコレートメーカーのもののようですね。そしてその次のスタンド、美しいガラス製品のその後にあったのはこれです。ブルーと白の市松模様のキャニスター、なんて愛らしい。そしてこのスタンドでずっと私が探していたあるものも発見しました。やっと明るくなってきました。っていうかもうすでに買ってます。これはまた後ほどご紹介しますね。コーヒーブレイクを終えた夫も合流。夫が探しているのはもちろん版画。夫は最近1枚も気に入った版画に出会えていません。今回は何か見つけられるといいけど。これは顔は顔だけど、私がいつも探しているものとはちょっと違う顔。おや、ここにたった一つだけバルボチンヌが。色鮮やか。少しずつ人が増えてきましたね。飲みの市ではこんな小さめの絵画もたくさん売られているので、油絵を身近に感じることができます。でも気に入るものはなかなか見つからない。ここで夫が何かを見つけて私を呼んだので行ってみると、そこには帽子が並んだスタンドが。夫は革ジャンも好きだけど帽子も大好き。でもこの帽子はちょっとクラシックすぎ。それでも夫はその帽子が諦めきれず、サイズが合わなくてよかった。道に並べられたお皿たち、これ見やすくて便利ですよね。こちらはなかなかセンスの良いディスプレイのスタンド。ここにはカラフルなホーローのポットたち。特に可愛いと思ったのがこのオレンジとブルー。大好きな木のベンチや椅子たち。私の家には置く場所がもうないけど、もしお庭やテラスがあればぜひ置いてみたい。くまちゃんのぬぐるみで山盛り。このスタンドで夫が手に取って見ているものは実は夫はアフリカのお面が好き。私には理解不能。欲しい版画に全然出会えない夫がなんだかちょっぴりかわいそう。なんてかわいいボール。でも手に取ってみたらかなり欠けてしまっていました。美しいアンティークレースのスタンド。いつも欲しくて手に取ってみるけど、どうしてもこれを家で使っているイメージが湧きません。なので結局どれを買っていいのかわからず、未だに買ったことはありません。でもどれもとても美しいので、用途を特に考えずに好きなものを1枚ずつ集めていけばいいのかもしれませんね。これからの楽しみがまた一つ増えそうです。ここで夫はこの古本を売るスタンドでお店の方と延々立ち話。しばらく終わりそうにはないので、夫を置いてこの周辺を一人で回ってみます。美しすぎるマリー・ルイーズのスーピエール。こちらは艶やかな白が美しいスーピエール。あれは宿り木モチーフのお皿です。宿り木は本当に愛らしくて美しいモチーフ。でも私の欲しい宿り木モチーフのお皿はこれではないのです。
妥協はしたくないので、いつかそれに出会える日を夢見て、今回はこれは買わずにおきましょう。あれはクレイエモントローフローラロカイユのソーシエール。優美なこの取っ手がたまりません。コックコートかなを着たクマちゃんとそのお友達。トリコロールカラーのキャニスター。私の集めているビアンドックスがここにも。どうやら夫はさっきのスタンドで本を数冊買ったようです。アミヤンではもうおなじみのこのスタンド。かなり空いている部分があるけれど、もう売れてしまったのでしょうか。このお店をまず目指してくる方も多そうです。これはサンタマンミモザシリーズのラビエ。ここにだけもう春が来てしまったように華やいでいますね。帽子、レース、リボン、ぬいぐるみ。ここはもうまるで夢の国。この辺りでようやく午前10時半ごろ、ここで一旦宿泊したワンルームへ戻ってチェックアウトを済ませて、また戻ってくることにしました。前々回に中の様子をご紹介したアミアン大聖堂。この広場を横切っていきます。お腹が空いたのでブリオッシュです。お腹が空きましたランチタイムまではまだまだあります。朝が早かったですからね。で、これが今回のその飲み主のチーズです。私たちが借りたアパートマンをこの地図の外で、私たちが見て歩いたのはこの辺かな、この辺ですね。今から、このアパートマンをチェックアウトして、夫はここ見たけど私はまだ見てないから、こう来て今度こっちかな。この辺を見たいな。昨日の嵐でプロの方のお店の設置が遅れたって書いてありますね。また飲みの市へ戻った途端に降り出した大粒の雨。でもそこで駆け込んだスタンドのテントの下で、なんと私の欲しかったものを発見。そうです、薬局で使われていた薬品瓶。それも2つ。1つでも手が出せない値段だったのになぜ2つも。それは2つで30ユーロ。2つで30ユーロ普通は1つ80ユーロぐらい。ラッキーさっき見かけたのと同じキャニスターのブルーと黄色バージョンがありました。良い色合いに変化したマスタードポット。欲しかったけど、なんとこの時手持ちの現金がゼロ。夫も見当たらず諦めました。そしてこのスタンドにあったのは、これも私がずっと欲しいと思っている陶器のスパイス棚。思ったより高くはなかったけど、私が欲しいようなのとはちょっと違う。こちらにはなんと猫足のバスタブが。色もとってもいいですね。ランチをしようといろいろなお店の前で立ち止まったけど、2人の意見が合わず、この時2人とも我慢の限界に。目の前にあったこのお店に飛び込んでしまいました。ここでようやくランチタイム。あとはボブン、私はパッとベジタリアン。おまけに肌寒い外のテーブル。おいしい？作り置きで電子レンジで温めたボブンとベジタリアンヌードル。他に美味しそうなレストランがあったのにちょっと残念な食事を終えて、また飲みの市へ戻ります。おや、これはかわいい市松模様のキャニスター。でも蓋がありませんでした。なんだか良いものに出会えそうな雰囲気のスタンド。このディスプレイのセンスも好き。
ディスプレイのセンスと品選びのセンスはちゃんと関係がありますよね。なのでセンスの良いスタンドは見逃せません。早い時間に来れていたらどんなものに出会えていたんでしょうね。これはなんてユニークなバルボティンヌたち、フランスの政治家さんたちらしいですよ。特徴がよく捉えられていますよね。広い歩道いっぱいに並べられているものたち、じっくり見たらきっとお宝に出会えそうな気はするけど、このアミアンの飲みの市はまだまだ先に続いているので、ここは軽く見て先へ進みます。ここには美しいお皿が並んでいますよ。きっとテーブルが華やかになること間違いなしです。午後からお天気は回復したけど、時折突風が。ここにはたくさんの薬品瓶、ガラス製や陶器製。ガラス製はかなりお手頃なお値段だったけど、持って帰る間に割ってしまいそう。風が強いので青空が広がってきました。また市役所のそばの広場へ戻ってきました。私はまだここを見ていないので最後になったけど、ここを散策してみようと思います。夫はその間広場に面したカフェでコーヒータイム。さあ広場内のスタンド散策。本当は私は初めにここを見たかった。でも私より早く宿を出た夫はここをすでに見てしまっていたので、ここが一番最後になってしまっていました。このスタンドです。前回ジアンのポントシューシリーズのサラダボウルを見つけたスタンド。地面にずらりと並べられた箱にお皿がいっぱい。でも何といってももう午後のこの時間。私が欲しいものは何も見つかりませんでした。センスの良い素敵なテーブルの上にはやっぱりセンスの良いものがありますよね。そして可愛いモチーフの布の上にはやっぱり可愛いお皿たち。そしてこのスタンドのあたりにはこんな可愛い食器たちがずらりと並べられたスタンドが続いているではありませんか。このブルーと白のティーセット、かなり心惹かれました。この時間でもまだこんなに美しくて状態の良いものがあるなんて。朝一番では一体どんな貴重なお宝がここに並んでいたのだろうと想像すると、かなり悔やまれます。ここは見ているだけでハッピーになりそうなカラフルなスタンド。ここで私は夫の待つ広場が見下ろせるカフェへ戻ってきました。見下ろしている間にもかなりな突風が吹いていて、帰り支度を始めるお店もちらほらと。私たちもそろそろ駅に向かって出発することにしました。すると駅に向かうその途中で見つけたのは、このアミアンではおなじみのスタンド。今回はいつもと場所が変わっていたんですね。そしてついに初めてのものが買えました。で、裏にこっちはブランジェって書いてあって、こっちは書いてないんですけど、同じ、ブランジェのものらしくて、ちょっとお花の絵柄が違ってます。綺麗。これ1枚7ユーロだそうなので、初めてのピンク買っていきます。さて駅はもうすぐ。次は買ったお皿に合うケーキを作ります。ボネケ本舗。
次は私の買ったものをご紹介。ボネケ本舗。前々回のアミアンが前日入りできなくて、とてもそれが残念で、今回こそ前日に入ろうと思って前日に行ったんですが、その楽しみにしていた前日の夜がとても残念なことになっていました。懐中電灯を持ってこうやって探すのが楽しみの一つなんですけれども、ほとんどお店が出てませんでした。そして当日もやはりその嵐の影響で風がすごく強くて、時折突風が吹いて物が倒れてしまったりでしたとか、やっぱりその嵐の影響で結局来れなくなってしまった業者さんもたくさんいらしたようで、スタンドもいつもより少なめでした。それがすごく残念だったんですが、ご覧の通り良いものをゲットして帰ってきました。やっぱりさすがアミアンでした。これは私が初めて買ったピンク系のお皿です。ピンクというよりはボルドー系ですね。落ち着いた感じの色合いです。この繊細なお花たち美しいですよね。これはケシの花かな。他にも違う花があるようですね。この葉物もとても細かく描かれていて美しいです。裏には刻印とバックスタンプがあります。ブーランジェ・ショワジル・ロア、シリーズ名がフロレアールと書いてあります。初めて買ったこのピンク系のお皿、とっても気に入ってます。これからこの色合いのお皿を増やしていきたいなと思っています。そしてこのキャニスタ大中小3つあります。最近シャトゥで買うことができなかったやはりブルーと白の市松模様のコーヒーカップがあったんですが、それはティゴアンサルグミヌでしたが、これは特にメーカー名は書いてありません。はい、こちらがコーヒー、こちらが胡椒です。そしてジョーンという感じで、この水差しです。これは時々飲みの市では見かけていましたが、お値段が高すぎて私には手が出なかったものです。で、今回のこちらは、このぐらいだったら頑張って買おうと思える値段でした。60ユーロだったかな。で、ようやく手に入れることができました。中もこんな感じのボルドー色になっていて、ツヤツヤしていて綺麗です。ちゃんとワインボトルかなを持っていたり、給仕用のサービエットを持っていたり、エプロンをつけたりしています。これ確かタイトルがあって、何だったかな。ちょっとこれ調べて出しますね。そしてもう一つ、このビアンダックスのノベルティのカップを迎えることができました。私が持っている他のこのシリーズは黄色なんですが、今回は初めてこのブルーを買ってみました。その他にも白地に茶色で赤の文字のですとか、白地にブルーのものとかもあるんですが、それも今度見かけたら買おうかなと思っています。今回はまずはこのブルーにしてみました。薬局の薬瓶ですね。これ重いので2個買ったんですが、1つずつご紹介します。文字の背景が金色だったと思うんですが、もうほとんど金色の部分が残ってないです。そしてこの蓋のところにも金色だった跡があります。これはちょっと蓋の部分に欠けがあったりします。こちらもまたやはり金色の部分がほとんど残ってなくて、文字の部分なんかも消えてしまってます。こちらの本体は修正の跡があります。最後は買ったお皿とケーキです。ボネケ本舗。また次の動画も楽しみになさってくださいね。